はい、こんにちは、みはるです。皆さん今日のカーリーヘア調子いかがでしょうか。今日はちょっと生理前なのでパサパサですが、はい、今日はナイトルーティンということで、私がどのようにして寝てる間このカーリーヘアをですね、極力こう乱れないようにどないしてるのかっていうお話をしていきたいと思います。カーリーヘアのこのメソッドをやっていく上で、やっぱり洗わない日が多くなってくると思います。そうすると、いかに寝てる間にちゃんと洗った時にできた毛束が崩れないように寝て起きるかっていうのがものすごい大事になってきます。実際に私がどういう風に寝てる間カールを守ってるのかっていうのをお話ししていきたいと思います。もう以前の動画とかでもご紹介してきてたと思います。パイナップルバンということで、頭のてっぺんで髪の毛をくくるっていうのがほとんどですかね。なんでここでくくるとそのカールが守られるのかっていうのもちょっとついでにお話しすると、結局髪の毛後ろの方っていうのは上の髪の毛がこうかぶさるんで、ここの髪って外から見えないんですよね。なのでここはくくった時にちょっとフラットにはなるんですけど、朝起きて下ろせば隠れてしまうんで、下ろした時にこう見えるカールを守るっていうのがこのセットになります。実際にちょっとやってみるんですけど、一番ベストなのはこのユニコーン風のアップヘアになるんですけど、ここでまとめるのが一番ベストです。私がこれ始めた頃の髪の毛だと、この後ろの毛がここまで届かなくて全部落ちてしまってたので、今まではこの辺かなでくくってやることが多かったです。こうしてこんな感じが多かったのかな。これだと寝た時にやっぱりこの辺当たるんですよね、枕とか。最近はもうこのユニコーンのポジションでくくれるようになってきましたので、こうしてます。でもここに髪の毛があるので、ほらカールが全然当たらない。わかります？これだと。ということで、このユニコーンヘッドで寝るっていうのが多いです。で、ここの今私一重っていうのかな。でこういう時にあんまりちょっと引っ張りすぎないようにだけ気をつけてください。髪の毛をね、引っ張りすぎるとカール伸びちゃうんで。で、髪の毛が短い人、ここでもどこでもくくれませんっていう方も多いと思うんですね。そういう方もさっきお話ししたその根っこの髪の毛を犠牲にするっていう考え方で対応すれば、ある程度守ることできると思うんですね。なんとも正直言えない部分ではあるんですけど、この筒状の布、ネックウォーマーとしても使えるし、結構ストレッチ性が強いやつになるんですけど、先にお話しすると、これをつけて私は寝ることはないです。なぜなら取れてるんで、朝起きたら。ただシャワーキャップの代わりにこれを使ってこうクリップで、これでシャワー入ったりとかすることはあります。ただ今の原理で髪の毛短い方だと一回首にかけて上に上げて、それで寝るとカールが全部上向くはずなんですね。下から髪の毛上に上げるんで、そのまま何もせず寝るよりは髪の毛自体もそうですし、洗ってきれいに作ったカールを維持するには役立つのかなと思ってますので、ぜひこういうアイテムもおすすめです。バフっていうのがカーリーヘアの間ですごい人気が出てって、一時期めっちゃ流行ってた時期があったんです。で、ただ1枚なんか2000円とかしてめっちゃ高いんで、偽物いっぱい売ってます。これでも全然問題ないので、うまく活用して髪の毛短い方でもすごくいいので、これおすすめです。で、もう一つがシルクの枕カバー。じゃじゃーん。こちらシルクの枕カバーですね。やっぱりつるっとしてて、髪の毛に当ててもやっぱり静電気とか出ないんですよね、これだと。確かこれはザラホームのこちらシルクピローケースになります。で、ありがたいことに友達が誕生日プレゼントでくれたんですね。やっぱりね、いいんです。髪の毛いくらねこうやって上げてたからと言っても、やっぱりこの辺りの髪の毛も大事なので、
普通の綿のピローケースよりはこういった枕カバーで守ってあげるっていうのはとってもいいことなので、これから本格的に使いたいなと思ってるんですけど、直接肌がついたりするので、こう洗うサイクル考えるともう1枚ほど欲しいなと思ってるので、うまくサイクル決めて使っていきたいなと思ってます。ただね、シルクは水で手洗いで洗わないといけないです。大体のやつが。中には洗濯機で洗えるやつとかもあると思うんですけど、確実に傷むの早くなって長持ちしなくなるはずなので、長くやっぱり使いたいのであればきちっと扱ってあげないといけないと思ってます。シルクの枕カバーは髪の毛守る上ではめちゃくちゃおすすめです。もう一個はボンネットっていうの？ボンネットって車のボンネットじゃなくてナイトキャップっていうのかな、ゴムがついてね、赤ずきんちゃんのおばあちゃんがかぶってるやつで、ああいうアイテムもあるので、髪の毛守る上では、シルクのこの枕カバーについで使う分には構わないと思うんですけど、むちゃくちゃ個人的なことなんであれなんですけど、旦那がそれかぶって寝たら離婚するってはっきり言ってます。見た目がね、やっぱおばあちゃんとかああいうイメージがすごい強いんだと思うんです。いくら長く一緒にいるからって言っても、そこまで気を抜いてほしくないっていうのがあるみたいなので、おそらくシルクのあれに関してはごめんなさい、私は使うことはないので、それの感想とかは使われてる方のやつぜひ、見てもらえたらなと思います。最後に寝る前のヘアケア、特に乾燥が気になる時とか、髪の束がバラバラになってきたなっていう時があると思います。でも明日も洗わないしとか、もう一つは翌朝のスタイリングの時間をできるだけちょっと短くしたい時におすすめなのが、寝る前に私はこれを使っています。プリティカーリーガールさんのリーブインコンディショナーになるんですけど、リーブインのコンディショナーでもいいですし、保湿成分の入ってるジェルとかでもいいと思います。でこれをもう本当に少しなんですけど、ちょっと出しすぎた。これでちょっと多いぐらいですかね。出しすぎちゃいました。これを手に広げて、いつもは洗面所でやるときにこれにちょっと水をパシャッとかけて水と伸ばしてます。ちょっと水で伸ばしていきますね。水で伸ばしたらなんかこんな感じかな。でちょっと乾燥がちょっと気になるところとかにつけていきます。今日はちょっと特に乾燥してるので、まだねちょっと足りないなと思ったらちょっと足して、あんまつけすぎるとね寝るので、ただこれをしておくだけで寝てる間に保湿成分がしっかり浸透して、本当に翌朝のスタイリングがめちゃくちゃ楽になりました。知ってたらよかったっていう裏技の一つです。わかります？ちょっとね吸収して髪の毛ややしっとりしたと思います。わかるかしら？ちょっとどっちにしても乾燥気味ですけど、今日はもしうっかり濡らしすぎた場合は気をつけてください。濡れた状態で上げちゃうと変な癖がいってしまうので、ちゃんと乾いてることを確認した上で髪の毛をこうよりもうほんまにこうやって掴んでますね。やるときはこんな感じで、どえらい頭ですけど、ただ私もまだ髪の毛ここら辺がちょっとまだ短いので、朝起きたら落ちてたりもするんですけど、内側の毛なんで、気にしないようにしてます。はい、以上になります。いろいろ工夫できると思いますので、寝てる間も頑張ってこのカールを守る形で、寝る術をですね、皆さんも身につけていってもらえたらなと思います。それではおやすみなさい。ねえへんけど。